今回は材料2つだけで驚くほど濃厚に仕上がる簡単クリームチーズの作り方をご紹介します。ヨーグルトを使うことでカロリーを抑えつつ、奥行きのある旨味ととろけるような食感を楽しめるクリームチーズです。失敗しないポイントやアレンジレシピまでご紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。材料は無糖のプレーンヨーグルトと塩麹の2つだけです。ヨーグルトはできれば生乳 100% と書かれたものを選ぶと、クリームチーズにより近い仕上がりになります。無脂肪や低脂肪のものはチーズ感が弱くなりやすいです。今回は自家製の塩麹を使いますが、市販のものでも問題ありません。塩麹の作り方は動画の一番最後にありますので、塩麹から手作りしたい方は動画の最後もご覧になってみてください。作り方は簡単で、ヨーグルト1パックに塩麹を大さじ2杯混ぜるだけです。ここで一つ注意点なんですが、自家製の塩麹を使う場合、ミキサーやブレンダーで完全に滑らかにした塩麹は使わないでください。滑らかな塩麹を使うと、酵素がヨーグルト全体に一気に行き渡り、サラサラになって固まらなくなってしまいます。塩麹を大さじ2、塩麹を入れたらよく混ぜるだけです。クリームチーズは生乳に生クリームを加えて作るフレッシュチーズなので、乳成分のバランスが自然な生乳 100% ヨーグルトを使うと、クリーミーでコクのある味わいに仕上がります。この段階で味見すると、味はすでにクリームチーズ。水切りをするので、ボウルとザルを用意します。ガーゼやさらしをセット。なければキッチンペーパーで代用できます。キッチンペーパーで代用するときは2枚重ねにしてください。出来上がりを丸くしたいので、ヨーグルトギリギリのところで縛ります。輪ゴムを使ってギュッと結んでいきましょう。こんな感じです。お茶碗や小皿など重しになるようなものを乗せます。乳製品は冷蔵庫内の匂いがつきやすいので、ラップをしてから冷蔵庫で寝かせます。1日水切りしましょう。今回は水切りされているものがあるので、こちらを見てみます。ヨーグルトから半透明の水分が150から200ミリほど出てきていると思います。これはホエーといって栄養が残っているので、後ほど別のレシピに使います。ガーゼをゆっくり剥がすと真っ白なクリームチーズ。ヨーグルトで作る簡単クリームチーズの完成です。400g のヨーグルトから約200から 250g くらいのクリームチーズができます。今回は 230g できました。お好みで蜂蜜やブラックペッパーをかけるのもおすすめです。まずはそのまま
いただきます。塩麹の程よい塩気とヨーグルトの爽やかな酸味が合わさってとても美味しいです。今回使った生乳 100% のヨーグルトは200円でした。一方でクリームチーズは 200g で430円。比べてみるとお値段的にはかなりお安く作れたかなと思います。もちろん市販のクリームチーズは生クリームが入っていたり原材料そのものが高価なので価格が高いのは当たり前なんですけどね。市販のクリームチーズには意外と添加物が多く使われていたりするので、そういう面でも自家製は安心です。それに加えてカロリーや脂質がかなり抑えられるのも大きなポイントです。一般的なクリームチーズは 100g あたり 300kcal 前後。脂質も 30g 近くあります。ヨーグルトクリームチーズは 100g あたりのカロリーがおおよそ 115kcal。脂質も 7g ほどとヘルシーです。クリームチーズが好きだけどカロリーが気になるという方にはぴったりだと思います。おすすめのアレンジバージョンもご紹介します。塩麹を大さじ2杯入れたら酒粕を大さじ2杯入れます。酒粕を加えると一気にリッチな風味に変わります。最近酒粕をいろいろなお料理に入れるのがマイブームなんですが、ヨーグルトと合わせると想像以上に良い仕上がりでした。こちらも1日寝かせて水切りします。水切りしたら刻んだドライフルーツとナッツを入れます。今回はレーズン、アーモンド、カシューナッツを全部で 35g 分刻んで加えました。形を整え直して完成です。クリームチーズの滑らかさの中に酒粕のコクと優しい発酵の風味が絶妙にマッチしています。酒粕大さじ2杯でかすかに酒粕を感じる程度なので、お好みで大さじ5杯くらいまで増やしても美味しくできそうです。大人のクリームチーズといった味わいで、ワインや日本酒とも相性が良さそうだと感じました。水切りした時に出たホエーの活用レシピをご紹介します。じゃがいも、人参、玉ねぎを角切りにします。今回はベーコンを使いますが、鶏肉やウインナーでも大丈夫です。まずは中火で具材を炒めていきます。動画ではニンニクを入れ忘れていますが、この時にニンニク1かけもすりおろすか刻んでから加えてください。玉ねぎが半透明になるまで炒めましょう。水分を合計で 400ml 入れたいので、ホエーが 180ml あった場合は水を 220ml 加えてください。アクが出てきたら取り除きます。トマトペーストを 200ml。ホールトマトやカットトマトのトマト缶で問題ありません。トマトペーストを加えたら
15分ほど煮込みます。トマトペーストがついたカップは少量の水でゆすいで入れるときれいになって無駄もありません。15分煮込みました。塩コショウで味を整えます。もし酸味が強く感じたときはお砂糖やみりんなどの甘みを少し加えてみてください。もしくは1日寝かせると酸味が和らいで美味しくなります。お好みでパセリを振りかけたらホエー入りミネストローネの完成です。はじめに野菜をしっかり炒めることでコンソメを入れなくても野菜の旨味がしっかり感じられます。鶏胸肉など脂肪分が少ないお肉で作った場合は最後にオリーブオイルを少し入れるとコクも増してさらに美味しくなると思います。作ったクリームチーズを少し浮かべるのもおしゃれです。塩麹はヨーグルトメーカーがなくても保存容器やジッパー付き保存袋があれば問題なく作れます。生麹や乾燥麹を 100g、 生麹の場合は水 100ml、 乾燥麹の場合は 130ml 入れます。お塩は 35g。 よく混ぜます。ヨーグルトメーカーを使わない場合は蓋を閉めて1日1回スプーンで底からかき混ぜて空気を入れながら常温で1週間寝かせます。ヨーグルトメーカーで作る場合は60度で8時間発酵させましょう。8時間経ち麹の粒がトロトロになっていたら完成です。常温発酵で作る場合も出来上がりはこのようなとろっとした出来上がりになります。清潔な保存容器に移します。冷蔵保存で1年ほど日持ちします。クリームチーズだけではなくさまざまなお料理に活用できますのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。